それが、法廷で証拠として認められた日、世界は、ようやく彼の声を聞いた。1997年、韓国ソウル、ある強盗殺人事件が起きた。その夜から、一人の男性の人生は、完全に狂い始めた。2026年5月、法廷の扉が、ゆっくりと開いた。無罪。その2文字が読み上げられた瞬間、傍聴席からすすり泣く声が響いた。男性は立ち上がれなかった。膝から力が抜け、その場に崩れ落ちた。隣にいた女性が、静かに肩を抱いた。彼女の手には、くたびれた紙の束が握られていた。黄ばみ、折り目がついた。無数の手紙たち、その数、1247枚。男性が獄中から送り続けた23年分の言葉だった。誰も信じてくれなかった。家族さえも、次第に離れていった。それでも彼は書き続けた。俺は、やっていない。と、そしてその手紙を、20年にわたって集め続けた女性がいた。捨てることも、諦めることもなく、ただ静かに、一枚一枚を保管し続けた。なぜ彼女は、会ったこともない男の手紙を集め続けたのか。その答えは、手紙の中にあった、絶望と希望が交互に滲んだ文字たち。それが、法廷で証拠として認められた日、世界は、ようやく彼の声を聞いた。これは、一通の手紙から始まった奇跡の実話だ。しかし話を理解するためには、まずあの日の、何でもない朝に戻らなければならない。誰もが普通に目を覚まし、普通に一日を始めていた。あの平凡な日常へ。1994年、韓国ソウル。その街は、どこにでもある日常の音で満ちていた。市場では威勢のいい売り声が響き、子供たちは路地を駆け回り、どこかの窓から夕飯の匂いが漏れてくる。誰もが、明日も今日と同じ一日が来ると信じていた。ジュノは、そんな街に生きる、ごく普通の青年だった。年齢は28歳。建設現場で汗を流す日雇い労働者として働きながら、年老いた母親と二人で暮らしていた。贅沢とは無縁の生活だったが、不満はなかった。毎朝、母親が作った味噌汁を飲んで家を出る。現場で同僚と冗談を言い合い、昼には安い弁当を広げる。夜は疲れた体を引きずって帰り、テレビの前で眠りに落ちる。それが、彼の日常だった。夢がなかったわけではない。いつかは自分の小さな店を持ちたいと思っていた。母親を楽にさせてあげたいとも思っていた。でも今はまだその時ではない。と自分に言い聞かせながら、コツコツと貯金を続けていた。母親のチェ・スニムは、息子の背中をいつも静かに見守っていた。彼女は62歳。夫を随分前に亡くし、息子一人を女手一つで育て上げた。シワだらけの手には、その年月がそのまま刻まれていた。お前さえ元気でいてくれれば、それでいい。それが彼女の口癖だった。その言葉の意味を、ジュノはこの時まだ本当には理解していなかった。当たり前のように毎日繰り返される言葉は、当たり前すぎて心に刺さらない。1994年の秋は、特別に美しかったと後に語られる。街路樹が赤く染まり、空は高く澄み渡っていた。人々は冬の準備を始めながらも、まだ穏やかな陽気を惜しんでいた。ジュノもその日、普段と変わらない朝を迎えた。いつもの時間に目を覚まし、母親の声を聞き、温かい朝食を食べた。玄関を出る前に、一度だけ振り返った。なぜそうしたのか、自分でもわからなかった。母親は台所で背を向けたまま、皿を洗っていた。ジュノはそのまま扉を閉めた。それが、彼の平凡な日常の最後の朝だった。1992年の秋、韓国南部のある小さな町で一つの事件が起きた。夜更けの路地裏で一人の男性が倒れているのが発見された。財布は消えていた。傷は深く、男性はそのまま息を引き取った。強盗殺人。警察はすぐに動いた。当時、韓国の地方都市ではこのような凶悪事件はまだ珍しかった。住民たちは恐怖に包まれ、警察への圧力は日に日に高まっていった。早く犯人を捕まえろ。その声は、捜査室の壁越しにも聞こえていたはずだ。捜査員たちは、周辺の聞き込みを急いだ。そして間もなく、一つの名前が浮かび上がった。ジュノ、24歳。その夜、現場の近くにいたという証言があった。ジュノは事件当日、
友人と別れた後、一人で夜道を歩いていた。それだけだった。それだけのことが彼の運命を変えた。警察はジュノを呼び出した。最初は任意の事情聴取だと言われた。彼は素直に応じた。隠すことなど何もなかったからだ。しかし取り調べ室の空気は最初から違った。怒鳴り声、長時間の拘束、睡眠を奪われた夜が続いた。お前がやったんだろう。証人がいるんだ。認めれば楽になる。そんな言葉が何度も何度も繰り返された。ジュノにはアリバイがあった。しかしそれを証明できる人間は現れなかった。友人は証言を避けた。近隣住民の証言は曖昧なまま記録された。そして決定的な瞬間が訪れた。疲労と恐怖の中でジュノは一枚の書類にサインをした。自白書だった。後に彼は語っている。あの時私はただ眠りたかった。家に帰りたかった。それだけを考えていた。だがその一枚の紙が彼の23年を奪うことになる。なぜ彼が疑われたのか、なぜ逃れられなかったのか、その答えは当時の捜査の構造そのものの中にうずもれていた。証拠よりも自白が優先された時代、疑わしければそれで十分だとされた時代、ジュノは犯人にされた。ただそこにいたというだけで。次の回、ジュノはついに法廷へと立たされる。ジュノが連行されたのは事件発生から3日後のことだった。早朝、自宅のドアが激しく叩かれた。外には数人の刑事が立っていた。話を聞かせてほしい。その言葉は命令だった。取り調べ室は狭く薄暗かった。椅子は一つ、向かいには複数の捜査官が座った。お前がやったんだろう。最初からそういう前提で話が進んだ。アリバイを説明しようとしても遮られた。証人の名前を挙げても無視された。ただ自白だけが求められた。当時の韓国では自白が捜査の中心だった。物証よりも言葉が優先された。取り調べは深夜まで続いた。翌日もまたその翌日も睡眠を与えられず、食事も満足に取れなかった。認めれば楽になる。そう繰り返された。ジュノは認めなかった。しかし調書には認めたと記された。署名を求められた時、彼は震える手で紙を見つめた。内容を読もうとするとせかされた。何が書かれているのか正確には理解できなかった。それでもペンを握らされた。裁判はあっけなかった。国選弁護人は初めて会った日が法廷の日だった。準備時間はほとんどなかった。証拠として提出されたのはその1枚の調書だった。検察は語った。現場付近にいた。動機もある。自白もある。しかし動機は想像に過ぎず、自白は強要の産物だった。物証は一つもなかった。目撃者もいなかった。凶器も指紋も出てこなかった。それでも裁判官は判決を読み上げた。被告人を懲役23年に処する。ジュノは立ち上がれなかった。言葉が出なかった。耳の中でその数字だけが響き続けた。23年。彼はまだ30代になったばかりだった。法廷を出るとき、彼は空を見た。曇っていた。光のかけらも見えなかった。鉄格子の向こうへ消えていくジュノの背中を誰かが見ていた。その人物が後に彼の人生を変えることになる。しかしそれはまだずっと先の話だ。まず彼は長く重い時間を生きなければならなかった。ペッティが閉まる音が廊下に響いた。ペッティが閉まった。その音は一度だけ響いた。しかし彼の耳の中では何度も何度も繰り返された。週刊初日の夜、ジュノは天井を見つめた。コンクリートの天井、シミ一つない灰色の面。それがこれから彼を見下ろし続ける空だった。23年。その言葉の重さを人はすぐには理解できない。一日がどれほど長いか、一週間がどれほど遠いか、一年がどれほど冷たいか、それを知るには実際にその中に閉じ込められるしかない。最初の1年は怒りの中で過ぎた。なぜ自分なのか、なぜ誰も信じてくれなかったのか。拳を壁に叩きつけることもあった。叫び声を飲み込んで布団に顔を押し当てることもあった。2年目になると怒りは少しずつ形を変えた。怒りは疲れる。怒り続けることは
想像以上に体力を消耗する。やがてそれは静かな絶望へと沈んでいった。食事をとる、運動をする、眠る、起きる、また食事をとる。繰り返される日常の中に意味を見つけることができなかった。ある夜、彼は思った。このまま朽ちていくのだろうか。誰にも証明できないまま、誰にも届かないまま。しかし彼は一枚の紙を手に取った。ペンを持った。書いた。最初の手紙は母親宛てだった。内容は単純なものだった。元気にしているか、飯は食べているか、心配するな、と嘘だった。元気ではなかった。心配しないでほしいなど思ってもいなかった。それでも彼は書いた。書くことで自分が人間であることを確かめた。言葉を連ねることで思考が整理された。誰かに届けることで壁の向こうに世界があることを思い出した。手紙は増えていった。一枚、また一枚。季節が変わるたびに、裁判の結果が届くたびに、誰かが面会に来るたびに、絶望を書いた。悔しさを書いた。それでも、わずかな希望も書いた。彼はまだ、信じていた。真実はいつか光の中に出るものだと。その手紙たちを、20年間かけて集め続けた女性がいた。彼女はまだ、ジュノ本人と会ったことすら、なかった。しかし彼女の手の中に、確かに証拠が積み重なっていた。一枚ずつ、静かに、しかし確実に、諦めなかった人たちの話が、次に始まる。諦めなかった人たちがいた。ジュノの家族は、最初から信じていた。彼が無実だと。それは、家族だから信じたのではない。知っていたから、信じていたのだ。母親は、弁護士を探した。一人目は断られた。二人目も、難しいと言った。三人目に会った時、彼女は泣きながら手紙の束を机に置いた。この子は、やっていません。その弁護士は、手紙を一枚ずつ読んだ。読み進めるうちに、手が止まった。日付が、記録と合わない部分があった。小さな矛盾。しかし、確かな矛盾だった。弁護士は言った。これは、戦える。市民団体も動き始めた。冤罪被害者を支援する小さな団体だった。大きな組織ではない。資金も、人でも、限られていた。それでも彼らは、ジュノの記録を集め始めた。裁判の記録、証人の証言、そして、あの女性が20年かけて集めた手紙たち。その女性の名前は、ここでは明かされていない。しかし彼女がしたことは、確かに歴史に刻まれている。面識もない男性のために、20年間、手紙を集め続けた。整理し続けた。諦めなかった。なぜ、そこまでできたのか。彼女はこう語っている。手紙を読むたびに、彼の声が聞こえた気がした。助けてと言っていた。その声を、無視できなかった。手紙は、ただの紙ではなかった。それは、23年分の叫びだった。怒りも、悲しみも、希望も、すべてが、そこに刻まれていた。弁護士チームは、それを証拠として整理し始めた。一枚ずつ、日付順に並べた。矛盾を探した。事実を積み重ねた。そしてついに、一つの結論にたどり着いた。再審請求。国家に対して、もう一度裁判をやり直すよう求める。それは、簡単な道ではない。しかし、やるべき道だった。諦めなかった母がいた。諦めなかった弁護士がいた。諦めなかった市民たちがいた。諦めなかった女性がいた。そして、23年間諦めなかった男が、まだ獄中にいた。次に動いたのは、法廷だった。新しい証拠が、光の中に引き出されようとしていた。新しい証拠が、動き始めた。2025年の春、再審請求の準備が本格化する中で、弁護団はある一つの可能性に注目していた。事件当時、現場に残されていた生物学的痕跡、23年前には、その技術が存在しなかった。しかし今は違う。DNA 鑑定の再依頼、それが、最初の一手だった。当時の証拠物は、かろうじて保管されていた。倉庫の奥深く、忘れられたように眠っていたビニール袋の中に、弁護士たちはその存在を確認したとき、誰もが息を飲んだ。まだ、残っていた。鑑定の結果が出るまでの数週間は、まるで時間が止まったようだった。そして、報告書が届いた。現場に残された痕跡は、
服役中の男のものではなかった第三者の DNA、つまり真犯人が現場にいた可能性を示す科学的な根拠だった。しかしそれだけではなかった。もう一つの証言が静かに浮かび上がってきた。事件当時現場近くにいたという目撃者。彼女は23年間ずっと黙っていた。恐ろしかったのだと彼女は語った。当時警察に話しに行こうとしたが怖くてできなかった。そしてそのまま時間が過ぎた。しかしある日新聞でこの事件の再審請求のニュースを見た。彼女の手が震えた。私はあの夜別の人間を見た。その一言が全てを変えようとしていた。さらに内部告発が加わった。当時の捜査に関わっていた元警察官が匿名で弁護団に接触してきた。取り調べの過程で不自然な圧力があったと自白を促すような誘導が組織的に行われていたと。彼はずっとその記憶を抱えていた。両親が限界を迎えていた。3つの真実が同時に動き出した瞬間だった。 DNA、 目撃証言、内部告発、どれか一つでも欠けていたら再審への扉は開かなかったかもしれない。しかしそれらは奇跡のように重なった。一方獄中の男はまだ知らなかった外の世界で何が起きているか。ただその日も手紙を書いていた。便箋に静かに言葉を刻んでいた。光はもうすぐそこまで来ていた。次の法廷で全てが決まろうとしていた。再審請求が正式に受理された。2026年春のことだった。法廷の外には報道陣が集まっていた。長年この事件を追い続けた記者たちがカメラを構えて待ち構えていた。しかし最も静かだったのは当の本人だった。獄中の男はその知らせを手紙で受け取った。弁護団からの短い一文だった。再審が始まります。それだけだった。男はその紙を何度も折りたたんだという言葉が出なかったのだろう。23年分の時間が一瞬のうちに胸に押し寄せたはずだった。法廷では全ての証拠が改めて検証された。まず DNA 鑑定の結果が提出された。事件現場に残されていた遺留物、そこから採取された DNA は男のものと一致しなかった。当時の捜査では見落とされていた決定的な事実だった。次に目撃証言の矛盾が明らかにされた。元々の証言は取り調べ室で誘導されたものだった。証人自身が20年越しに告白した。あの時私は警察に言われた通りに話したと。その言葉は法廷の空気を一変させた。そして内部告発が最後の鍵を開けた。元捜査関係者が提出した記録、そこには証拠の隠蔽を示す具体的な記述があった。事件当初から捜査の方向性は操作されていた。男の有罪を前提に全てが組み立てられていたのだった。検察側は激しく抵抗した。再審を認める根拠は薄いと主張し続けた。しかし3つの証拠が重なった前ではその言葉は空虚に響いた。そしてついに真犯人の存在が浮かび上がった。別の事件で服役中の男が獄中で告白を始めていた。事件当夜現場にいたのは自分だと詳細な状況を次々と語り出した。それは公開されていない情報と完全に一致していた。法廷が静まり返った瞬間があった。裁判長が書類から目を上げた。傍聴席に座る女性がいた。20年間1247通の手紙を集め続けたあの女性だった。彼女の目に涙はなかった。ただ静かに前を見ていた。判決は次の期日に持ち越された。しかし誰もが感じていた。この法廷で歴史が変わろうとしていると。23年間の沈黙がようやく終わりを告げようとしていた。無罪の2文字がもう目の前にあった。無罪、その2文字が読み上げられた瞬間、法廷は静まり返った。23年間彼はずっとその言葉を待っていた。釈放の日、彼は拘置所の門をくぐった。外の空気を深く吸い込んだ。風の匂いがした。草の匂いがした。自由の匂いがどんなものかを彼はもう忘れていた。しかし現実は優しくなかった。23年という時間は
取り戻せない。社会は変わっていた。街並みは変わっていた。かつての友人たちはそれぞれの人生を歩んでいた。彼だけが止まったままだった。国家保障が認められた。金銭的な賠償は支払われた。しかし彼が失ったものはお金では測れない。青春があった。家族との時間があった。夢があった。それらはもう戻ってこない。夜になると彼は眠れなかった。独房の暗闇に慣れた体は広い部屋を怖いと感じた。静かすぎる夜がかえって恐ろしかった。心の傷は塀の外に出ても簡単には消えなかった。一方で女性にも変化があった。20年間1247通の手紙を集め続けた彼女は釈放の日、遠くから彼の姿を見ていた。声をかけることはしなかった。ただ静かに見守っていた。それだけで十分だと思った。彼女は言った。私がしたことは特別なことじゃない。ただ捨てられなかっただけ。その手紙たちが私に捨てさせなかった。その言葉は多くの人の胸に刺さった。社会はこの事件を機に動き始めた。冤罪被害者への支援制度が見直された。再審請求の手続きがより簡易化される方向で議論が進んだ。一通の手紙が一つの命が法律を動かした。しかし変わらないものもある。あの夜本当は何があったのか。真犯人は今もどこかにいるのか。それはまだ明らかになっていない。無罪は証明された。しかし真実の全てが語られたわけではなかった。彼は今静かに暮らしている。大きな声で語ることはしない。ただ毎朝窓を開ける。空を見上げる。それだけで生きていると感じられると彼は言う。23年間の手紙は裁判所の証拠室に保管されている。しかし次のパートで語られる物語はまだ終わっていない。彼の、そして彼女の本当の意味でのその後が静かに始まろうとしていた。彼は今も毎朝窓を開ける。空を見上げる。風を感じる。それだけで今日も生きていると確かめる。23年間そうすることすら許されなかった男が今はただそれだけを繰り返している。彼女が集めた1247枚の手紙は今も裁判所の証拠室に眠っている。色あせた便箋、滲んだインク、震える文字で綴られた言葉の数々。それらは単なる紙切れではなかった。一人の人間が消えないように、忘れられないように必死に存在を刻み続けた証だった。20年という時間を彼女はなぜ費やしたのか。赤の他人の手紙をなぜ一枚も捨てずに保管し続けたのか。その問いに彼女はこう答えた。捨てたら彼が本当にいなくなってしまう気がした。その一言が全てを語っている。しかしこの物語はまだ終わっていない。再審が認められ無実が証明されても23年という時間は戻らない。失われた青春は誰も返してくれない。国家は謝罪の言葉を述べた。しかし言葉は傷を癒さない。今この瞬間もどこかの独房で誰かが手紙を書いているかもしれない。読まれることを信じながら信じてくれる誰かをただ待ちながらあなたに問いたい。もしあなたのもとに見知らぬ誰かからの手紙が届いた時、あなたはそれを開けるだろうか。真実とは叫ぶ者だけが守れるものではない。静かに手紙を折りたたみ一枚ずつ積み重ねたものが時に歴史を動かす。彼女はそれを20年かけて証明した。